すいません。はいどうも、はいどうも、プロ G のトラさんです。まるです。はい、背中ね、プロ G。はい、今日はね、台湾で借りてるキうんャンピングカーの紹介をうん、したいと思います。はい、車種はこっちの三菱の合弁会社、まあだから我々は三菱と言われてるけど、ね、J スペースという車です。あとね、初見は改めて最初にぐるっと一周しましょうか。まずね、特徴的なのはこれね、ハイグレードのやつなんで、ヘッドライトがすごい横までプロジェクターついてある。でこれは台中のプロ G さんからお借りしてます。でプロ G さんは何の会社やというと、足回りをメインに設計されている会社で、キャンピングカーを今回手掛けたのでということで、よかったら借りるって言ってくれて、ね、貸してくれたんよね。でね、こうやって一周プルーっととりあえずして、まずさ、台湾って暑いやん。暑い。今日もめちゃくちゃセミナーいてるし暑いやん。台湾ってクーラーついてないと死ぬよね。死ぬ。だからさ、ほんま死活問題。なのでまずクーラーから紹介しましょう。まずクーラー。これがこんな薄型ユニット。これね、いろんな車種に流用されてます。でこれ風量で、これ温度、暑いからね、つけておきましょう。で室外機めっちゃ静かなんよな。あ、この人ね、静か。めっちゃやばいよね。っていうか、このクーラーがスペース取れへんから、キャラバンの純正リアクーラーを使ってこれにしたいよな。なんかいろいろ見てたやん。めっちゃ調べた。めっちゃ難しそう。皆さん気になるバッテリーはこのセカンドシートの下に、サブバッテリーの容量は500アンペアはこちらにねあります。この下ね。はい。で日本と違ってこちらは走行充電っていう概念がないのよね。なぜなら小さい島国なので、あまり走ることがないということで、こんな感じで外部給電、外部充電のソケットが備わってます。ね、こんな感じ。はい。じゃあリアゲート開けてみましょうか。はい。こんな感じ。もうね、すごいリラックススペースが、まず紹介したいものが、あります。はい。まずね、我々のためにつけてくれたこのソーラーパネル、ね、であとピッチメンバーにつける電動自転車のキャリアとかもあるねんな。ここについてってんけどね。ここにね。でも今回はちょっとお断りしました。そう。でこれね、すごいのが、まあタウンエースぐらいのサイズなんよね。で実はここに開けて、じゃーん。じゃーん。トイレ。万が一のトイレ。シーソーチェーンあります。まあ我々使うことはないけどね。そ万が一のためにあればいいよね。ね。で冷蔵庫がどんな感じ？ここにね収まってます。でね、ソーラーの制御とかこの後ろに。冷蔵庫蓋開けて、我々の食材がたっぷり入っているので、こんな感じで。ベーコンね、絶対美味しいのよ。で、そうね、ダンパーもついてるよね、それ。ついてるよ。だから開けっぱなし、開けっぱなしにできるし、これ非常にいいです。ペカンってならへんからね。これはいろいろ真似したいとこたくさんあります。じゃあ次こっちは、なんとこの小ささの車であれがついてんねんな。行く。じゃーんじゃじゃーん。じゃーん。
シンクがついてます。ちょっとやってシみようか。ンクがついてます。それで水がどう出るのかな。こんな感じでね、うん水が出まなんかす。でこれね、引き出し、うん今パンパンやからうん開けません。まあ開けてもいいのはまあうちがの荷物が入ってるここかな。なんかね、こんな感じで使いやすい感じ。うあそこにね、充電ソケットがあって便利です。あれは外部給電の時にリレーでバッテリーからとインバーターからと切り替わります。で、まるちゃん、照明お願いします。ん、はい。間接照明がすごいんです。お願いします。まず外明るいからな。あ、ここ分かります？こんな感じで。でね、明るさ調整がジョグダイヤルでできます。で、上ね、それが。この上がね、結構明るくて超便利やねんね。これね、もうほぼこれだけで過ごしてるよね。で、これ色も変えれんねんけど、長押しやったかな。この色が気に入ってるんでね、暖色。これに。ね、であと、リアゲートお願いします。はい、ここね。これも今回キッチンね、ここでするので便利やね。もう一個作るよ。あとね、この縁も照明がついてます。夜用やんね。そう、夜用。そこね。そう、完全に夜用。これね、俺編集とかめちゃくちゃ便利やった。ここでやってた。やってた。今日撮ってる場所は僕らの大好きなフーロントンです。美しいね。美しい。じゃあさ、ベッド展開してみようか。はい。はい、お願いします。はい。まずそれやね。これを。涼しいな、この車ほんま。そこにこの木を渡して、はい、OK。で、これを立ち上げて、カチャンって。立ち上げます。はい。これをカチャッと出して。これをこうね、こう下でダイヤルになってて、受けが出ます。で、これを引いてきて、でこれはここか。でここのね、隙間に収まります。いろんなクッションは。で、このクッションがね、今ね、スイカもろた。嬉しい。まるちゃん、プロ G の T シャツめっちゃ似合ってんな。そうやん。プロ G の人みたい。ここはね、頭取らないそうとね。、運転席はね、ヘッドレストを取る形になってます。よし。で、これを。よいしょ。でね、この形のクッションをここに置いて、水平を出します。で、このシート、レボシートみたいなやつね。これ本当はこう反転できるよね。反転できる。で、その高さがシビア。じゃあ、まるちゃん、ちょっと中で寝てみましょうか。ああ、そうし。
これで実際寝てみようか。寝るの？俺ね助手席側だから右側に僕がいて、うん。まるちゃん左側で斜めに寝る感じやねんね。そうやね。そうなんよ。まあこっちも十分。これまだ上行けるからね。そうね。これちょっと待ってこや。こまで行ったらね、段差がちょっとな。うん。涼しい。寿司やろ。めっちゃ涼しい。こんな感じでうん。寝てます。はい。あとね、前と横をシェードして、うんそうあとカーテン閉めて、うんそ寝てます。はい。めっちゃ涼しいよな。うんトロクーラー寒いねんな。そう涼しいを超えてるよな。そう寒くて目覚めんねん。なうん。ねこういうの。そうこういうのもね磁石でね。マグネットでついてたり、このランタンは僕ので、虫除け、いつも使う、ね紹これは介してるねやつね。みんな買って、これだけ案件じゃないけど、これだけタグつけるわ、これはね台湾のベープマット、台湾の蚊に効くように買った、でこのワックのランタン、これは効くね。これめちゃくちゃ効いてんねん、全然蚊に刺されへん、これはみんな買った方がいいのおすすめ、ね、日本でもこれいいよね。絶対いい、遊びに行く時絶対持ってるもん、でこれね僕らいただきました、マグネットでこれめっちゃ強力やね、こうやってこれね、これいただきました、ここに水のボトルとかね、こうやって入れてね、寝る前にね、入れて使ってます。でもこれも落ちひんからね。落ちひん、結構俺ら山行ったけど落ちんよね、いつもと同じ使いで方。こうで読書灯ね、この棒、このバーいいよね。これめちゃくちゃいいし、これも後付けだそうです。これもプロ G 製、これもプロ G 製、これなんかの純正流やと思う。そうやろな。でこれはイージークローズがついてます、でこの車は足回り屋さんやんか、これねボディ補強、これ効いてんねめちゃくちゃ、でショックとかも変わってます。じゃあ足回りの紹介ね、まずこれがねプロ G 製車庫長、これがめちゃくちゃいい。でプロ G 製ロアアーム、あとブッシュ類打ち替え、スタビも変わってます。ホイールもね変わってて、プッシュバーもプロ G 製。台湾の国とかね日差しがすごいんでフィルムがないともうやばいんですよ。でまあ横スモークハーフスモークぐらいかな。で前はねカメレオン系のフィルム貼ってます。でリアもね見てみましょうか。リアもねシャックルから、ショックまでプロ G 製。これねほんとこの足回り良くて、標高3200メーターの山の峠をずっと走ってたんですが全然びくともしません。運転どうやった？運転楽やったよ。めちゃくちゃ楽、足回りがほんまいいよね、ぐねぐねしいひんからね、で電気がね500アンペアとでかいし、まあこのサイズの車に500アンペアアワーで外部充電も1泊2日やっていらんやんっていうレベル、な。まあナビはアンドロイドナビですわ。めちゃくちゃでかい。でまあシフトノブもプリウスみたいな感じ、電子制御のやつ、あれもついてると思う。クルコン、そんなものかな以上かな紹介は。まあなんせ一番羨ましいのは超薄型クーラーです。もうね邪魔にもなれへんし、もうこのコンプレッサーがすごいんやろが、コンデンサーがすごいんやろが、機器もすごいし、だいたいね夜寝る時26度設定ぐらい、今 LED やからあれか点滅して見えへんかもしれんけど26度設定ぐらいで寝てます、ね、
いや、でもさ、これ防音がすごい効いてる。あ、防音すごいね。あと、まあ、屋根の素材も見て。これ俺ら真似したいって言ってんねんな。そう。木じゃないしそう、な。ウッディじゃなくて、スポンジタイプでな。これ、おしゃれでいい。すごいいいよね。これ、この素材だけ欲しいねんな。欲しい。で、この照明とな。そうそうそう。ちょっと真似したいねんな。あとリアゲートの照明もな。はい、いかがでしたでしょうか。台湾のね、足回りメーカー、プロジーさん。プロジーさん。プロジーさんがね、本気で作ったキャンピングカー、いかがでしたでしょうか。なかなかね、見る機会のない海外のね、キャンピングカーだと思うんで、またね、誰かの何かの刺激とかになれば嬉しいと思います。はい。ではまた、台湾旅動画かな、でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。